固め濃いめ多めですね。リアル14歳の母です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。よあ、ネギめっちゃうまいです。美味しい。これダブルチャーシューですね。ライス無料でセルフサービス、結構食べる方は2、3倍ぐらい。やっぱ家系なんでライスと一緒に海苔をぜひ食べてほしい。味が最高です。シンプルに。お待たせしました。前失礼します。いらっしゃいませ。何名さんですか？テーブルどうぞ。今からとりあえずスープを沸かしている間にお店を開けていきます。はい。オープン準備です。ここはどれぐらい長いんですか？8年目になります。お店自体は20年ぐらいあると聞いてます。どれぐらいで習得したんですか？だって教えてもらってないんですか？見よう見まねで。そうです。そっち側でいてやったらできたっていう感じ。いつも何人で回してるんですか？2人ですね。平日も土日も。席数が50ないぐらい、45、6席ぐらいあるので、バッと入った時はお祭りみたいな感じになります。入ってる方が楽しいんで。丼を温めるようになります。こっちの2本が、麺を茹でるやつに。2オペなんで、この朝の準備が昼営業を回せるかにかかってます。で、どこまで準備できるかで営業に専念できるかが。お休みはさすがにありますか？基本人がいれば週1、いないと20日間ぐらい休みがなかったりする時もあります。こういうのはサービスで使っていくんで、常連さんだったり、あと学生さんだったり、学生サービスもやってるんです。海苔か卵かほうれん草で選べて、小学生から大学生までサービスしてます。その蓋の上で今このチー油って言われるものと返しを温めていきます。チー油がだいぶ透き通った。1日どれぐらいお客さん多い時で来るんですか？大体麺のこの箱が35玉あるんですけど、それが5枚ぐらいは出るんで、まあ180近い。玉数はお客さんの層としてはやっぱファミリー層、学生さんはもちろんやっぱ土日祝日は入るんですけど、職人さんが入る入らないで、昼が混む混まないが決まります。いや、任されてからはまだそんな経ってないですね。勤務年数が8年目って感じ。ずっと早番で入ってたんで、誰よりも朝は慣れてます年齢って伺ってもいいですか？28です。中2の娘と小4の息子が、中3で上の子、リアル14歳の母です。あ、そうですね。確かに8年って聞いたら結構じゃあ長かったそう、20歳ぐらいからこれ一発で5キロ炊くんですけど、忙しいとお昼炊いだけで20キロぐらい炊きます。ライス無料でセルフサービス、結構食べる方は2、3倍ぐらい。ここから今スープの仕込みに入るんで、主に
鶏ガラって言われる部分になります、豚の。豚骨ベース。そうです。こっちがメインって言われるんですけど、今メインに入ってる柄をすべてサブになる寸胴に移していきます。メインを作っていきます。メインを作っていくんですね。げんこつになります。今日はこれを全部入れます。これが鶏ガラになります。はい。小骨って呼んでる場所ミックスで入ってるんでバラバラなんですよ。なんで全部の箱開けて小骨を朝一で引いていきます。小骨をしっかり引かないと土台ができないので、スープの小骨がある程度引けたらこういうお肉がついてる方を手前に積んでいくって感じですね。順番があります。肩骨って言われるものを入れていきます。ロースです。ロース。背骨の部分、これを折ります。臭み消しでニンニク、生ニンニクとネギ頭を入れます。これであらかた柄は入れ終わりました。ここから作ります。はい。本来ならもう今ので半分くらいの高さまで水位が来るんですけど、今日は営業しながらスープいじりながら多分間に合わないですね。大変になります。ここからチャーシューの切っていきます。はい。これがチャーシューです。でっかいです。自分たちで作ってるそうです。やつ仕込んでますね。もうスライサーも綺麗に並べることによってトッピングがしやすくなるんで、チャーシューの端の部分をサイコロ状にカットしてサイドメニューに使います。キャベチャーっていうメニューが結構家系では有名なんですけど、それに使ったり、あとうちのお店でネギちゃんマヨっていうのをやってるんで、そういうのに使います。これつけ麺締める用のコーチです。深谷のネギとかもちゃんと入ってくるんですよ。うちは全部国産ですね、ネギは。ネギがすごい人気なんですね。人気ですね。薬味ネギを。薬味のネギになるんですけど、ちょっと大きめに食感を楽しんでもらうためにわざと大きめに。これスープに先に入れます。薬味として先に入れたり、あとトッピングでもあるんで辛み抜いてます。30分から1時間ぐらいさらします。
もう通常海苔だけじゃなくて極上海苔っていうのがあるんですよ。全然違います。香りも食感も、家系なんでライスと一緒に海苔をぜひ食べてほしい。通常と比べても色が、全然違いますね。こっちが極上、はい、左が極上ですね。こっちが極上です。通常の海苔トッピングが100円増しなんですよ。極上海苔だと150円なんで、50円プラスでいただければ、さらに美味しい海苔が食べれるという。キャベツは大丈夫です。はい。キャベツラーメンがあるんですけど、茹でた時もやっぱ芯だけ硬いまんまになっちゃうんで、芯は分けるようにしてます。ほうれん草トッピングトリプルとかしてくるお客さんもいるんで、お昼帯で多いと8キロ7キロぐらいいけるかも。これでオープン準備がバッチリできたと思うんで、あとは営業をやっていきます。はい、はい。うちはもうこれだけでやってます。よはい、参ります。丸。はい、普通面で上がっていきます。
波ラーメンですね。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。お客さん、お好みありますか？片目多め。片目多めで、はーい。はい、参ります。はい。はい、片目から上がります。はい、大盛り片目おめで置かせていただきますね。何年ぐらい通ってんですか？ 10年ぐらいですかね。あ、そうですか。ラーメン好きっつうのもはい。あるんですけど、い基本的にはまあここが通いやすい、会社からも近いんで。じゃあ、いつも通りで。いはーい。先、高菜からですね。やった、ありがとう。少しですね。やりまーす。はい。お姉さんですね。チューショー。はい、いつも通り。いただきます。普通にご飯を食べに来たんですか？そうです。あ、この湘南の家はいのこの文字ってすごいエピソードがあるらしいんですけど、ええしていいですか？デコトラの中ではこの鈴木工芸っていうすごい有名で、それで書いてくれたんですよ。自分がラーメン屋やる前に、はいトラックの運転手はいをやってたんですよ、はで自分でラーメン屋やるときに、はいそこで書いてもらおうと思って北茨城まで書いてもらいに行ったんですよ。アポなしで行きましたね、で行きなんでその社長が、はいはい北茨城まで来たんだから、はいや書いてやるよっつって、デコトラ界では、は一番有名な文字だと思う。今日は何食べてるんですか？今日湘南スペシャルですね。湘スペ。お好みありますか？麺固め、味普通、はい。油多めで。はーい。はい、麺ありまーす。ください。いらっしゃいませー。できたら辛みですか？漬物ですか？そう。お待たせしました。片目多めスペシャルですね。波です。ライス無料になってますんで、よかったらどうぞ。
これで200円です。つまみにもご飯ともラーメンに乗っけるお客さんも多いよね。はい、お酒いただいちゃったらどうぞ。これも200円なんです。こっちがマヨなしです。これがネギ茶のマヨ。私はお酒が好きなんで、はい。やっぱつまみですマヨなしですね。ラーメンお待ちください。お、こんにちは。いらっしゃいませ。波の白ネギです。青白青白いきますか。青白でもいいですか？お願いします。任せてください。得意です。すごいお客さん回転数早いですもんね。早いですね。早い方だともう10分いないですから。はい、ラーメン固めから。裏メニューって感じで、はい、ハーフって言って白と青半分ずつ乗っけることもできるんで、迷ったらハーフで。ハーフです。固め、濃いめ、多め、ハーフ。はい。ありがとうございます。どうぞ。裏メニュー。いらっしゃいませ。京都友式の九条ネギ、ちゃんと京都から来てますノーマルハーフ。ネギめっちゃうまいです。いろんなラーメン屋食べ行ったんですけど、もうビビッときてずっとこう来てます。ここ以外行ってないです。前回おすすめされて食べたらうまくて、スープがうまいんだよな。このお酢が強すぎないんですよ。お酢ちょっと苦手な人でもつけ麺食べれます。これめっちゃマイルド。常連さん多いですね。多いですね。昼入ってるお客さんはもう多分8割ぐらい好みを覚えてます。一名さん正面カウンターにどうぞ。はい、普通面で上がっていきます。アイス無料になってるんで、よかったら召し上がってください。はい。またメインの柄を写したいんで、はい、もう出なくなった柄を今ちょこちょこ抜いていってる形になります。ラーメン固めからです。麺どうぞ。普通麺で。お待たせしました。順番でいくよ。いやー。
いらっしゃいませ。あ、いらっしゃい、どうぞ。はい、お待たせしました。キャベツのりです。奥のテーブルどうぞ。お待たせしました。前失礼します。どうぞ。お二名さんですか。どうぞ。じゃあです。はい、お待たせ。50秒ぐらい。はい、いらっしゃいませ。何名さんですか。4人。テーブルどうぞ。はい、お待ちください。つけ麺の返しはまた別なんですか。別ですね。お酢とかだしとか入ってます。割り方上がります。まず両方5番。あと2名。はい、お伺いしますんでね、お待ちください。こちらの奥の方を端から詰めになりください。一番最後。はい、いらっしゃいませ。すいません、ありがとうございます。恐れ入ります。丼助かります。ご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。これダブルチャーシューですね。明日。ありがとうございます。ほうれん草乗りましてます。並チャーシュー、海苔とほうれん草ですね。はい、お願いします。お好みありますか。ネギ半分ずつできるんですけど、ハーフにしますか。ハーフでお願いします。はい、お待ちください。でここだけの話なんですけど、通常海苔ってトッピングすると5枚増されるんですけど、極上海苔頼むと8枚全部極上海苔になるんですよ。本来ノーマルの海苔が3枚と極上海苔が本来5枚のところ、全部極上になるっていう。通常で5枚で海苔トッピングを食べるよりも8枚ついた極上海苔の方が私は断然お得だと思います。知る人ぞ知るです。人気ですね、極上海苔は。お待たせしました。お好み普通、ネギハーフと極上海苔ですね。どうぞ。おいめありも。おはようございます。よーよーよー。あ、ほうれん草ブラン。ありがとう。
20日ぐらい。ここできた時から20年ぐらいじゃないかな。大丈夫です。仕上がっていきます。さあ、お待ちください。順番に行きますね。はい、コインのお値になってます。いただきます。コクがあって肉の旨味が出て美味しいです。あんまり寄りすぎるとあれなんですけど、イベントどうも、いつもありがとうございます。またお願いします。どうも。こんだけ回転するんで、朝のほぐしが今生かされてます。お好みどうします？麺固めないよ。はい、涙。はい、いただきます。はい、すみません。毎日食べても飽きないんですか？全然飽きないです味がはい。最高ですね、シンプルに。あとお米も無料じゃないですか。絶対満腹で帰れる。そう、あそれが最高です。はい、お席かかってますね。こちらのお席ご利用ください。めちゃめちゃ食べる。ネギチャでネギとコマのチャーシューが入ってるやつが好きなんで、これめっちゃうまいです。マジでうまい。ああ、これが常連さんです。お願いしますんでね、お待ちください。はい、片目濃いめ多め。どうぞ。海苔浸してきゅうり包んでる案外うまいです。お湯を定期的に変えていきます。営業中でも、はい。お待ちください。はい、次は油バリオです。50円で油バリオっていうのができます。どうも、いつもありがとうございます。今夜、イエーイ、待ってます。極上海苔です。極上海苔。待ってるから行っちゃう。どういう人が多いんです？家族で来る人もいますし、大学生とか、夫婦で来ているお客さんも様々です。何が好きなんですか？基本自分はトッピング何もしないで、薬味ネギだけ入れます。ネギが美味しいです。そうめんに卵お待たせです。俺ネギ好き。いつもこれをいつもこれなんですか？はい、一人は、はい。ですね美味しいと思いますよ。はい。量もすごいね。あ、ボリュームそうですか。もね。はい。はーい。10番。さん。富士山。肩すく肩すく。フレポもちゃった。できてた？できた？なんかめっちゃ恥ずかしがってました。お腹いっぱいになります？いや、もうはち切れますね、毎回。ご飯も食べれますし、店員さんも喋ってくれますし、ラーメンも美味しいんで、最高のお店だと思います。ありがとうございます。明日も頑張ります。頑張ります。オッケー。海苔が8枚、チャーシューが4枚、ほうれん草が丼の半分ぐらいいきます。と、あと卵ですね。固め濃いめ多めですね。
フルコンボをする理由って何ですか？ご飯をおかずで食べたいので、はいトッピングが一番あるこのメニューがご飯も食べれるしラーメンも食べれるし、最後海苔とチャーシューを残しつつ、はいそれでご飯食べます。いや今やったのが柄を抜くって作業になるんですけど、拭いた後って詰まるんで結構濃くなるんですよ。朝とは多分全然色が、これが G です。ザラザラした。ここからまた濃くしていきます。はい。はい。ありがとうございます。どうも、いつもありがとうございます。この柄の移動を1日に3回4回ぐらい動かして、こっちが小学校から一緒で、こっちが中学、多分インスタ見てきてくれたの。ありがとう。久しぶりに会ったんですか？もう多分中2ぶりぐらい。初めて、僕は初めて。あ、一回だけ食べただけ。その時気づかなかったの。そうそうなんか静かに食べてて。頑張ってんなと思って、もうそそ帰ろうと思ったら目あっちゃった。あれ？来てくれてありがとう。ありがとうございます愛情たっぷりで片恋よ。どうぞ。いただきます。美味しいです。やっぱ美味しいですね。全然なんかチェーンっていうよりもはるかに美味しい。チェーンばっかり来てるんで。そうだ、ジョバスだったもんね。上手でした。井聞いたん上話に。で大丈夫です。